皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらの商品になります。上から来ましたけども、ショックスのオープンフィットというね、オープンイヤー型のワイヤレスイヤホンをご紹介したいと思います。こちらはショックス様からご提供いただいたものになります。ということで、ショックスといえば、いわゆる骨伝導のタイプが有名になりますが、こちらはその骨伝導ではない、これまでになかったタイプになっています。そういう意味では非常に興味深いというか、期待が持てる商品になっていまして、これから開封し、そしてスペックのご紹介、またしばらく使った上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。というわけで最後までご覧ください。本日も行ってみましょう。というわけでこのパッケージになりますが、非常にね、硬い紙を使っていまして、すごい質感が高いなと思います。高級感があります。オープンということで出てきました。いやー、いいですね。質感がすごくいいです。この梱包剥がしていませんが、ここの持った感じ非常にサラサラしっとりとしていまして、高級感があります。というわけで、パッケージ内容はこの通りになっています。まず本体ですね。そしてこちらに USB-C、USB-A の充電ケーブルが1本入っています。そしてユーザーガイド、しっかり日本語のペアリング方法、装着方法、操作方法など書かれていますので安心して使うことができます。そしてこちらの用紙は保管とメンテナンス方法ですね。こういったものも入っています。では本体の外観を見ていきたいと思います。まずこの持った感じになりますが、なんて言うんでしょうかね。ちょっと小さめの石鹸を持っているような感じになっています。そしてこのケースの肌触りになりますが、先ほどもお伝えしましたように非常にサラサラとしっとりとした高級感のあるこういった塗装ですね、なっています。そしてこのね、トップにありますが、ショックスのこのロゴがありますが、かっこいいですね。そして前面ですが、LED のインジケーターと蓋を開けるためのね、ボッチがついています。そして背面には USB-C のポートもついています。ではケースを開けてみたいと思います。ということで、出てきましたね。ケース開けましたらもうね、ペアリングができますよっていう状態になっています。そして本体ですね、取り出してみたいと思います。持った印象ですけども、めちゃめちゃ軽いですね、これは。かなり小さいんじゃないでしょうか。どうですかね。私の手のひらの本当にわずかな部分しかないんですよ。めちゃくちゃ小さいですね。これはちょっと驚きでした。では、イヤホン単体の外観を見ていきたいと思います。このショックスのロゴがありまして、この裏側にはスピーカーと思わしきものもありますし、マイク穴のようなものもあります。こちら側にもね、またスピーカーの穴がついています。この上側、そしてこの下側、しかも内側ですね。この3点にスピーカーがついています。これはちょっとすごいですね。なかなかこういうの見たことありません。で、しかもね、マイク穴のようなものもしっかりね、何箇所かついています。ちゃんと重量感がね、いい感じになっています。ではね、重さの方も測ってみたいと思います。まず、イヤホン単体ですね。こちらのスケールであれば 8.3g に今落ち着きました。反対側はどうでしょうか。同じですね。そしてケースだけの重さになりますが、約 58g ですね。そして全ての総重量になりますが、74.6g というふうに落ち着いています。というわけで、これはね、スペック値とは違うかもしれませんが、実測、こちらのスケールであればそんな感じになっています。では、ここで主な特徴をざっとご紹介していきたいと思います。なんといってもね、こちらの今回のこのタイプ。ショックスといえば骨伝導というイメージが非常に強いですね。私自身もそうなんですけど、このオープンフィットというこのモデルはオープンイヤーデザインを採用した新しい方式になっています。骨伝導タイプではないということだけはね、しっかり思いに留めておいた方がいいんじゃないかなと思います。そしてこの素材になりますけども、超軟質のシリコンを採用しています。このように非常に柔らかい素材になっていまして、2層構造のリキッドシリコンを採用していて、しかも指で触るとわかりますが、ここの部分ですね、非常に柔らかいんですね。ですので、どこが耳に当たったとしても本当に不愉快にならないような素材感、クッション性もついています。ですので、長時間装着しても不快感を感じさせない作りになっています。そしてこの独特な形状になりますが、この形状のことをドルフィンアークイヤーフックと言っていまして、0.7mm の超極細な形状記憶素材が内蔵されたデザインとなっています。人間工学に基づいた設計で、耳の形に自然に優しくフィットするという風になっています。ということでね、やっぱり
この柔らかさもそうなんですが、この形状も本当にね、よく考えられていますね。その割にパワフルな低音体験を実現するということですね。オープンフィットのために作られた全く新しいオーディオ体験がダイレクトピッチというね、そうした技術が搭載されています。クリアな中音と、そして迫力のある低音の完璧なバランスを実現し、プレミアムなオーディオ品質を可能にしているということです。これ実際聞いてみるの本当に楽しみになってきます。そして AI コールノイズキャンセリングという機能もついています。これはクリアな音で音楽とかね、聞くこともできますが、当然ながら明瞭な声を相手に伝えるということもできるようになっています。デュアルマイクを搭載しています。おそらくこちらのこの穴とここにも穴がついていますが、こちらはね、マイク穴だと思いますけども、このデュアルマイクを最適な位置に配置することで、騒がしい環境でも通話時に人の声の微妙なニュアンスを捉えて、最も効果的なアダプティブビームフォーミング効果を形成し、ノイズキャンセリングを強化することができるということです。ということで、通話時のノイズキャンセリングになります。周囲の音を遮断するね、いわゆるアクティブノイズキャンセリングの機能ではありません。そしてさらにですね、防水機能も搭載していまして、IP54 相当となっています。また iPhone ユーザーの方も Android ユーザーの方も SHOX のアプリをダウンロードして、アプリでこのオープンフィットをカスタマイズすることができます。音質とか操作系統をですね、変えることができます。ということでね、ざっと主な特徴をご紹介してきましたけども、この後スマートフォンとペアリングしてしばらく使ってみたいと思います。その上でファーストインプレッションをこの後お届けしたいと思います。はい。あれからですね、1週間ほど使ってみた上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。まず最初に装着感はですね、見ていただきますと分かりますように、このようにプルプルしてるのが分かりますね。それだけここが柔軟性が高いっていうことなんですけども、めちゃめちゃ装着がいいです。もうこれにつきますね。しかも先ほどご紹介しましたように、めちゃめちゃ軽いわけですので、本当につけていることを忘れてしまうぐらいの装着感になっています。このサイズ感と相まって装着感というのは抜群だなと思いました。本当にまさに耳のサイズという感じになっていて、しかもこれぐらいね、柔軟性のある素材になっているので、本当に耳にフィットしますね。なかなかこれ耳にかけるとこのように浮いてしまうっていうそういったタイプもあるんですが、これは本当に耳の方にしっかりくっついてきてくれて、しかもこの部分、この辺りの部分がぴったりね、耳のぼっちのところに当たってベタっとくっつかない絶妙な感じもあるっていうのがすごくよく考えられてるなと思いました。しかもね、やっぱりこの素材がですね、プラスチック素材ではなくシリコンっていうこともありまして、耳にね、触った時の優しい感じっていうのがいいですね。ちなみに3時間ほど連続で使用してみたんですけども、その間に痛くなったってことはありませんでした。もしですね、例えばこんな風にして装着してしまうとバランスが当然悪くなりますので、どっかしら耳のどこかに負荷がかかるってことになると思いますので、ちゃんとこの向きで装着するっていうのが非常に大事になってきます。この辺はですね、ちょっとコツが最初いると思いますけども、すぐね、慣れるんじゃないかなと思います。そして肝心の音質になりますね。やっぱりね、こういったオープンイヤー型になっていて、音質ってどうなのっていうこと結構あると思いますね。高音、中音、低音ですね。この辺大丈夫なのっていうのがあると思いますが、これはね、ちょっとびっくりしました。特にですね、中域と高域に関しましては、めちゃめちゃクリアなんですね。解像度の高いクリアな音質が出ています。そして気になる低音になりますね。これはすごく予想外に低音がよく出てくれました。このサイズ感でそこまで低音出るのかっていうぐらい楽しむことができました。ただ、いわゆるドンシャリ系とかね、そういったことではなく、ドスドスね、どんどんそういったものを期待するとちょっと拍子抜けっていうことがあるかもしれませんけども、ある程度の程よい低音感ということになります。というわけで、やはりオープンイヤー型ということで、音漏れの方が気になりますけども、実際ですね、音楽を聴いている状況で、ボリュームはだいたいですね、5段階でいうところの3ぐらいになりますが、中程度ですね。そのぐらいで音楽を再生中、妻にどれぐらい音漏れしているか聞いてもらいました。その結果、だいたい1メートルぐらい離れているところであれば、はっきり聞こえると言っていましたね。ただ、こういったタイプっていうのは、音漏れがしやすいっていうのは当然、形状からしたら仕方ないことかなと思います。ましてや、このオープンフィットは、スポーツをする方をメインターゲットとしていると思いますので、ランニングやウォーキング、サイクリングなどをしながらということであれば、音漏れの心配っていうのはほとんどしなくていいんじゃないかなと思います。そして、大音量でもし聞きたい場合であれば、どんなものでも音漏れしやすいっていうのもありますので、そのあたりのことを考えると許容レベルじゃないかなと思います。
そして次に気になるところとしましては操作系統になると思います。やっぱりですね、ウォーキングやランニング、もしくはサイクリングなどしている時にノールックで操作するわけですので、どこをタッチしていいのかわからないということもあると思いますが、右耳のところには2つのボッチがあって、左耳のところには1つのボッチがついていて、ここの辺に触ればいいんだっていうのが多分わかるんじゃないかなと思います。指で触ってみると、しっかりね、ボッチがついてるなっていうのがこの指触りでわかるようになっています。だいたいこのショックスと書いているところにこういう感じで操作することができますので、だいたいこれはね、やっぱり慣れも必要だと思いますが、すぐに慣れてしまうと思います。バッテリー持ちは最長で7時間ほど持ちまして、こちらのケースと合わせますと合計で28時間持つことができます。ですので1日フルに運動される方でも多分朝取り出して1日使って戻すまでバッテリー充電いらないっていうレベルになっていると思います。ですので大体ですね、普通に使ってバッテリーがゼロになるまでは1週間ぐらいじゃないかなと思います。個人的には大体1日あたり1時間ぐらいですかね、使用してきましたけど、取り出して満充電してからまだね、充電その後していませんので、普段使用でバッテリー減りが早いなとかね、そういったことは一切ありませんので、この辺は使い勝手いいんじゃないかなと思います。そして気になるね、通話の品質になりますけども、こちらのオープンフィットには AI コールノイズキャンセリング技術というものが搭載されています。ということで、アクティブノイズキャンセリングのような騒音を完全にシャットアウトっていうことではなく、周囲の音のノイズですね、騒音をある程度除去しながらクリアな通話品質を相手に届けるということになっていますね。ということで、通話の音質がどんな感じなのか、これからちょっと試してみたいと思います。騒音があるところであれば、その効果というのはより発揮できると思いますが、一応ね、静かな環境下でどんな感じなのか、イヤホンを両方耳に装着して、これから電話の方をかけてみたいと思います。もしもし、今、ショックスのオープンフィットのマイクのテストをしています。静かな環境下なんですけども、音質の方、どうでしょうか。ただいま、ショックスオープンフィットのマイクを使って録音をしています。音量、音質はいかがでしょうか。ただいまマイクのテスト中です。ただいまオープンフィットのマイクを使って音質のテストをしています。音量、音質はいかがでしょうか。ただいまマイクのテスト中です。静かな環境下で私自身との会話においては非常にはっきりと聞こえるということです。ということで今私自身の耳には妻の声が非常にクリアに聞こえましたね。通話自体は楽天リンクを使ったんですがめちゃめちゃクリアに聞こえましたね。でしかもですね、私自身の声も妻に非常にクリアに聞こえたということです。ただですね、背景にあります人の声ですね、テレビの出演者が話していた声などはなんとなく聞こえたということなんですね。ただいまテレビの音声が出ている状況でショックスオープンフィットのマイクを使って録音しています。 AI コールノイズキャンセリングはいかがでしょうか。テレビの音声は紛れているでしょうか。ただいまマイクのテストをしています。ということで、得意な分野のノイズと、そしてちょっとね、この辺は苦手だなっていう分野もあるんじゃないかなと思います。そのようなね、今検証結果になりました。しかしながら今一番思ったのは、相手の声がめちゃめちゃクリアに聞こえましたね。むしろ自分の声が相手にどのように伝わるかっていうのも大事ですけども、相手の声がはっきり聞こえないとどのように返答していいかわからないってこともありますので、これはですね、もしかしたらテレビ会議等で使うっていうのもいいんじゃないかなと今思いましたね。ということで実際ね、今後活用してみようかなと思いました。そして最後にですね、防水機能がやっぱりついているのがいいですね。IP54 相当の防水性能ということになりますけども、ほぼほぼですね、これ使っている時に雨が降ってきたり、もしくは自分自身の汗で耳のあたりが濡れてくるってことがあると思いますが、そのいったレベルであれば問題なく使用することができるようになっています。ただこれをですね、シャワーのあるところで洗ったりとか、そういったことはやめた方がいいと思いますね。圧力のある状況であれば、こういったメッシュ機構の中に水が入り込むってことがあると思いますし、もちろんね、こういった部分に穴も開いていますので、高圧の水を吹きかけるってことはやめておいた方がいいと思います。そして使い終わった時に戻す時になりますが、こんな感じで戻すことができます。ちょっとね、クロスさせる形になります。で、これ逆でも大丈夫ですね。で、取り出すときは、こんな感じで取り出します。そして絶妙な、ここの磁石具合っていうんでしょうか。くっつき具合っていうのもありまして、ピタッとくっついてくれますし、そして取り出すときも、程よくね、吸着具合っていうのがありまして、ポロッと取れてしまうこともありません。こんな感じで、落ちることもありませんので、不用意に蓋が開いて落ちてしまうという心配もありませんので、この辺は絶妙感っていうのがいいですね。
ということで、このようにね、使い終わってしまうわけですけども、こちらのショックスのオープンフィット気になった方いらっしゃいましたら、概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひそちらの方から詳細をご覧いただければと思います。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。